Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Nemulo Kaiwai The Best 11 Deaths. それでは早速、Let's get it started. 1. Nemulo Bosket. 根室市街から太平洋沿いに野サプ岬を目指すと、原野にポツンと佇むレストランが現れます。ボスケットとはイタリア語で林、森、茂みなどを意味する言葉だそう。まさにこのロケーションにぴったりですね。開店直後に到着も直前で満席、略して直満。Choku Man. いい1時間待ちだったので、車で待っていると奥さんが走ってきて、次の予約まで時間あるのでどうぞってイレギュラーで即対応してくれてね。もう奥さん女神に見えたわ。もうグリーン感激。よかったね、ありがたや。日頃の行いってやつかしらね。花咲ガニのパスタって美味しそうなのを発見。今は漁の時期じゃないから足だけということだったんで、団長の思いで歯を食いしばって我慢。だよね、やっぱり甲羅ごと乗っかってるやつを食べたいもんね。はい。来年の花咲の時期には絶対いただきたいですな。はい。ってことで、今回はエビ吉には嬉しいエビのクリームスパゲッティ。実はこっちの方が食べたかったのでもうまたい。やっぱりエビが3尾も濃厚クリームがスパゲッティによく絡む。これ絶対バゲットかフォカッチャつけて食べたいやつですね。ねえ、それがね、夢中で食べちゃってバゲットあるか聞くの忘れたさ。なんだって、もったいな。だって奥さん忙しそうだったんだもん。もういつも遠慮しすぎなんだよ、グリーンは。まあそこが奥ゆかしくていいんだけどね。あら。ところでこんな状態の水道元栓初めて見たよ。何これ。奥ゆかしいでしょ。ゆかしいゆかしい。 2. Akashi Ichifuku. 明石駅の目の前にあります一福さん。予定していたお店が休館日でチーン。ねえ、参ったね。ね道の駅に休館日ってあるのね、室。初めての経験。明石だった。ね、明石取られちゃった。ってことで、急遽バーターのこちらへ。バーター明石来て牡蠣食べないわけにはいかないでしょ。ですよね。めっちゃいい雰囲気の街の食堂。店内入ると海外の方でいっぱいでしたね。明石まで、牡蠣は人気だからね、フォーリンピーポーにも。 Foreign people. ね、こちらの数量限定一福セットを注文。おー、牡蠣尽くし。こちら福飯って言うんだけども、牡蠣、ホッキ、アサリ、ホタテといった貝たちを一度に楽しめる炊き込みご飯。しっかり甘じょっぱい味付けだけど、貝の旨味が出まくってうまーべらす。蒸し牡蠣はプリップリ、牡蠣フライは言うまでもなく美味しゅうございます。1900円で牡蠣が8個も食べれちゃうのはお得じゃないですかい。これは明石ならでは。これなら一人旅のライダーにもおあつらいだね。ね、生牡蠣も行きたかったんだけど、牡蠣8個食べたらもう腹パンで無理だった。大満足の一福セット、ごちそうさまでした。生だよね、牡蠣は。もしくはフライね。エビもホッキも牡蠣もホタテも間違いない。またはバター焼き。 3. Nemulo Kulodaluma. じゃじゃーん。根室のメインストリートを走っていたら、うちのおじさん鶏白湯の看板にロックオン。はい、ラーメンはパイタンが好きのバポおじちゃん。これは見逃すわけには参りませんからね。しかもどうやら札幌麺を使ってるらしいんでね、急遽訪問となりました。黄色、鶏白湯って色ね、美味しそう。そしてこれはいいですね。うまいっしょ。染みさせて食べるの大好物。はい、これぞ鶏白湯。結構こってりの鶏白湯です。こってりのラーメン自体があんまりありませんからね、この道東界隈。こってり派には嬉しいお店なんじゃないですかね。そして札幌西山産の麺が使われています。そういえば鶏白湯も家系もないみたいだもん
ね。香り高い北海道ならどこにでもある山岡屋さんも根室は未出店みたいなのでね。そっか、そういえばないね。でどう？鶏白湯にうるさいおじさん的に。いける、素晴らしいスープだと思いますよ。麺は西山麺もいいけど違う麺で食べてみたいな。クリーミーな鶏白湯なら全粒粉系の麺が好きだな。ね4. Nemulo Abe Kani 10. 駅前ゾーンのカニ屋さんに花咲ガニでもいただきましょうってことでやってまいりました。ところが今年の花咲の量が8月いっぱいで終わり、今はもうないんだそうです。ガーンと思うたらタラバになっちゃうんですけどいいですって。タラバの方が嬉しいんですけどってことでね。はい、タラバガニバカ高くなっちゃって本当に高値の花になっちゃいましたからね。足一本で1000円ぐらいで食べれていた時代が恋しいよね。えすごい物価上昇。特に毛ガニ、タラバガニ、ウニ、イクラ、ホタテ、北海道の美味しいやつばっか。どうしてこんなに値上がりすんの？ジャパニーズウイスキーとスコッチもだよ。早くタイムトラベルできるようになったらいいね。過去に戻って美味しいの食べまくりの飲みまくりだ。いいねそれ、私も行く。そしてこのホタテだぜ。びっくり、470円。これその辺の飯屋で食べたら1500円、下手すりゃ2500円ぐらいするよ。千葉のスーパーマルシェでキッチン恐るべし。お刺身とかもめっちゃ美味しそうだった。ロシア人たちもイートインコーナーで刺身パーティーしてたね。これはスパシーバですね。だってロシア語だったんだ。Anyway このタラバいいね。ねえ、この剥き身食べやすくていいんだよね。小さいカニは剥くのが大変だからこれ便利さ。カニとかスイカとか食べんのちょっとおいちゃんめんどくさくて嫌いなんだよね。スイカもスイカ種取るのめんどくさいでしょ。もう本当に横着なんだから。800円で身たっぷり入ってて、これちゃんとメスだけどふんどしまで入ってたよ。ふんどしってそれ正式名称？多分裏側の、パンツみたいなところね。親父ギャグじゃなくて全然美味しそうな名前じゃないね。でしょ。オスとメスで形も味も違うんでね、機会があったら味わってみてみて。おいちゃんはオスの方が好きなんだけどね。あら珍しい。ギャル好きなのにね。これはメス？オス？そう、半円形がメスでオスは三角形なのさ。なんか人間と逆だね。何が？ふんどしっちゅうかパンツ？どういうことね。5. ニューヨー Nemulo Minato U. 根室に来たら必ずここだね。懐かしのケロリン系ザ・銭湯ってやつだね。午後3時オープンだから仕事終わりの漁師さんが多いね。やっぱり全員知り合いみたいな感じ。サウナは超混雑。なんだったって8人サイズだ。札幌なら10人は入るサイズだけど根室じゃ8人みたいだね。そんなに混んでた？でも小1時間くらいで皆さん帰るから4時過ぎには一気にすくね。そうだね。こじんまりだけどもサウナもしっかりあるし、水風呂17度ぐらいかな。露天風呂には整い椅子が2個、しっかり外気浴もできちゃうね。普通場所取りはおやめくださいって注意書きとかがあんじゃんか、銭湯って。だけど必ずいるよね、端っこキープするやから。いる必ずいる。それはなんか腹立つんだけど、今回見かけたのはさ、左から順番決まってんだろうな。多分ボディシャンプーとかシャンプー、トリートメント、洗顔、鏡の前に綺麗に並べてんねよ。几帳面にラベルの向き揃っててさ。A 型だね。職業はバーテンかもしれない。いやおばちゃんよ。あまりにもなんで、逆になんかニヤニヤほっこりした気持ちでしたわ。心の中では家かよってツッコミは入れたけどね。公共施設であれやる心理ってよくわかんないんだけど、なくならないよね。ね。かっちょいいじいさんいたな、そういえば。ほら、
8人しか入れないサウナでまたいたのさ。ふんぞり返って2席占領してる輩が、はいはい。わざとそのふんぞり返った兄さんのもたれかかってる後ろに入り込んでね、じいさん無言で兄さんの背中トントン叩いてどかせたんだよね。あら素敵じいさんね、かっこいいね。今度真似しよう。いや、あなたがやるともっとトゲトゲしくなるからね。そうなんだよね。気をつけてね。はーい。6. Nemulo. Ekimae Sapporo Ramen. 根室駅前ゾーンのラーメン屋さん。札幌っ子が根室に来て札幌ラーメンと思ったが、食べロ側が美味しいって言ってる人多かったからね。しかも塩ラーメンなんだよね。塩？札幌ラーメン？そう。そして写真見たらさ、いや本当に白濁した塩ラーメンが美味しそうだったんだ。白濁？札幌ラーメン？そう。なんだかパイタンっぽい美味しい予感がしてね。あら、いいじゃない。でしょう。そしたらね、思いっきりチンタンの味だった。え、どういうこと？だって見た目は完全パイタンよね。わからんけど、でも美味しかったよ。若干パイタン寄りのチンタンみたいな、タコイカみたいな。タコイカびっくりした。天才バカボンかと思ったよね。ある意味うなぎ犬的な、猫柳的だよね。どっからどう見てもイカでしょこれ。イカじゃないの？足がね短いのさ。いや、それはあなたでしょ。そうだった。どう見てもイカなんだけど足が8本しかないんだよ。だからタコっぽいイカってわけ？そういうこと。いやー失敗したよね。カツカレーもあったんだよね、だけど1300円だったのさ。どういうことか、根室じゃラーメンは安いんだけどもカツカレーはみんな1300円ぐらい決まってるみたいにするんだよね。だから躊躇してさ。ねえ、お高いよね。美味しいって情報でもありゃ全然1300円でも行くんだけど、1300円でもししょっぺかったらブチ切れっからね。いやダメ。あなたのカツカレーまずかった時の機嫌の悪さは送りバント失敗したゲッツーの時以上だから。でしょう、したっけ。今日ビューワーさんからここのカツカレーが美味しいよってタレコミ入ってたんだよ。それは残念だ。一昨日まで眠るだったのにね。さ間に合わなかったね。ま、来年の楽しみができたってわけだね。そうね。視聴者さんタレコミありがとうございます。ありがとうございます。来春行ってきます。いってらっしゃい。一緒に行ってくれよ。一緒に来てくれよ。行く連れてって。7. Nemulo Base. 2020年オープン、根室市役所の目と鼻の先にあります根室ベースさん。札幌のお寿司屋さんで修行され、根室に戻りお父さんのお寿司屋さんで働きながら準備を進め、独立され現在に至る大将。なるほど。寿司サラブレッドってわけだね。父さんの寿司屋も気になるね。この日の日替わりは塩サバメインにおいちゃんの好きな肉じゃが。好きだね。三色丼の和定食。ランチは日替わり定食のみのお店だからメニューが置いてないのね。日替わり一本勝負だ。いいね。しみしみのじゃがいもの周りがとろってなってんのがたまらないですね。まあそう。これぞ日本の定食だね。それはそうと、三色丼っていうからてっきり海鮮の三色丼だと思ってたわけよ。違うのね。三色丼言うたら朝昼晩丼だろ。三連チャンの丼はちょっときついけどね。もっと違う。そぼろの三色丼ね。だけどセンターにインゲンが乗ってるから正しくは四色丼だよねこれ。本当だ。よく気づいたね。バカにしてんのか。はい。いやどれも美味しくってお味噌汁を温めながら味見してんのとかちゃんとしてはる。愛があるわ。そりゃ寿司屋上がりの定食屋さんだ。素人が勢いで店やりましたみたいな店とは違うって。それって自分のこと？そうしかも根室でしょ。根室だから何？人口23,000人の港町。漁業従事者が多いこの町で飲食店を存続させるってことは大変なことだと思うんさ。
皆さん本物の海の幸をよく知ってらっしゃるからね。なるほど。ちゃんとしてなきゃすぐ戦力外通告さ。厳しい。8. Nemulo Amatalo. 創業1958年、根室市民に長く愛されている甘味どころ。北海道ではお焼きってのが一般的かな。この生地にあんこを入れて焼き上げた和菓子は実は全国各地で100以上もの名前で呼ばれているんです。このお店では甘太郎ね、チーズクリームがミスタービーズのお気に入り。これ美味しいよね。ハムマヨもマヨラーにはたまらない一品だね。これは冷めたものをまた焼き目をつけて焼き直していただきたい。絶対美味しいそれ。でしょう。どうやらお焼きっていうのはでも北海道だけみたいなんだよね。そうなの？首都圏では今川焼き、東海地方では大判焼き、東海？九州では回転焼きの傾向が顕著。兵庫県姫路においてはご座候なんて呼ばれてるんだそうだよ。ご座候？当初は回転焼きとして売っていたんだけども、客が店名であるご座候を商品名と勘違いしてご座候ください、ご座候くださいっていうのが定着しちゃったって話なんだけど、なんか似たような話聞いたことあるよね。はいはい。すみれ純恋ストーリーと似てるねこれ。でしょ。純恋と書いてすみれと読むってはずが、客が純恋って呼んじゃって、それはそうだよね。これなかなかすみれとは読めないもんね。結果店側も純恋でいいかってね。そっか、純恋じゃないよすみれだよって客にいちいちダメ出ししたくないもんね。ちゅうこと。おいちゃんは本来カスタード派なんだけど、甘太郎なら栗チーだね。私は本来粒あん派だけど、甘太郎は栗チー。以上です。 9. Today's Katsu Curry Nemulo Dorian. 根室といえばエスカロップ。いろんなところでエスカロップは食べてみたけど、もうここと決めています。ここのエスカロップを食べることがミスタービーズ最大の根室を訪れる目的なのです。ピラフにカツが乗ってるだけっしょって思ってました。ここに来て実際これを食べるまでは。ところがどっこい。ギッチョチョ。このデミソースがうまいんですわ。ここはソース関係何でも美味しいんじゃないですかロップ。そこガサガサになるからね。ここはソース関係何でも美味しいんじゃないですかろ。うまい。カツカレーも美味しかったですね。シャバすっきりとした洋食っぽいカレー。辛くはないが甘くもないのでどんどん食べらされる。そしてラード揚げのカツの香ばしさ。これはうまいですね。次回からは昼夜連続ドリアンですわ。いいね。全部美味しいドリアン。一通りエスカロップ出してるお店みんな食べてみたんですわ。みんな同じなのかなと思って。そしたら何軒行ったかね。そんなにたくさんはないんだが 5,6 軒かな。ほぼ行ったね。エスカロップが美味しいんじゃなかったんです。ここのデミソースが美味しかったんですわ。とこのタケノコの入ったピラフね。根室に来たらやっぱドリアンだね。10. Nemulo Kaiten Sushi Nemulo Hanamalu. はい、ミスタービーズフェイバリット回転寿司の花丸さん。こちらがその根室創業本店。やはり変わらず行列大盛況のお店ですね。そんな観光客なんていないんですよね。もう根室寒いからほとんど地元の方々が食べらっしゃる。だって漁業従事者が多いこの町ですごいでしょう。だよね。夕方サウナにいたのはほぼ漁師さんだったからね。なんで漁師さんだってわかんの？すっぽんぽんなのに。話の内容が漁師だものだって。あれが取れてるとかあそこはダメだとか、しけて京都昨日は出てねえとか、またしばらく戻れねえんだとかさ。そっか、女湯ではありえないことだからね。そう、おばちゃんたちの会話はさ、もっぱら誰かの悪口か孫の話だからね。なるほど。港町根室ピーポーも納得の寿司屋さんなんじゃないでしょうかね。こちらはメシタビーズは日本中の回転寿司食べ歩いてますけど、ここは北海道代表と堂々と言える回転寿司なんではないかと思います。そうね。
安定の安くて美味しい花丸さんね。他店がどんどん値上げする中、値上げ知らずの花丸さん。今じゃ圧倒的に安いんじゃないかな。ねえ、本マグロ赤身300円ちょぼちょぼなんてなかなかないですよ今時。中トロで410何がし。圧倒的に安美味しいと思います。釧路発祥の有名店も覗いてきましたけども、どれも飯旅不採用案件になってますからね。そうなの。やっぱり花丸さんが好き。私ちゃん。その花丸じゃない。ただごぼうの天ぷらなくなっちゃったんだよね。悲しすぎる。そうなの。願う復活だ。でどうですか、マグロ評論家のグリーンさん。今回のマグロは値段抜きにしてちゃんと美味しい上等な赤身ですね。そう、これが私の好きな本マグロの赤身よ。This is the マグロ赤身。 This is the Maguro. 完璧な本マグロでした。おお、さすが花丸はん。わかりました。で、イカの方はいかがでした？イカにうるさいイカさないバッパおじさん。そこかもイカさないバッパさん。はい。あれイカしてるでしょ。イカしてるで。はい。マイカなのにヤリイカのような食感でしたね。あれ？釧路でその真逆のこと言ってたね。わからない方のために説明しておくと、割とよっぽど取れたてでない限りマイカっていうのはちょっとブニョっとした食感なんですよね。割とヤリイカっていうのはコリッとしてるコリ、です。花丸さんのマイカはヤリイカのようにコリッとした食感でした。コリッとしたのが好きなんです。はい。ただサラダ軍関係は苦手分野なので、それ系を食べるなら MC ハマー寿司へって感じかな。 MC ゲッタッシーでれれれれれれれゲッタッシー接客、シャリ、海苔、お醤油、自己紹介はしないし、自己紹介ちゃんとのお寿司屋さんね。だ。 11. Nemulo. My Wing. 40年以上の老舗レストラン。なんとも懐かしい感じのインテリアが素敵ざますね。マスターが数人の大工さんと手作りで建てたお店なんだそうです。こちら結構アラカンっぽいからAround 二代目さんなのかな思ってね。冗談のつもりで随分とお若く店やられたんですね言ったら、はい、23歳の時にやれました。だってすごくない？ねえ、結構大きいお店だよね。ねえ、恐れ入りました。ってことでエスカロップ根室ですから、カツがねミルフィーユカツになってて手の込んだ美味しいエスカロップでしたよ。ミルフィーユカツって珍しいね。美味しそう。それまた分厚いカツなんだ。ボリュームもあってさ、ちょっとエクスペンシブだけどもね。Chotto expensive. 確かに。コーヒーが美味しいんじゃないかな。小さなポットにフィルターが刺さったコーヒードリッパーがカウンターにたくさん並んでいました。そしてこれだぜ、懐かしいでしょ。ついついやっちゃったよね基地だった、基地。こんなのまだあるんだ。あったよ。トンデンにあるやつでしょ。そう懐かしい。マスターのストーリー面白そうね。そうなんだよ。当時の店作りの話をね、キラキラした目で語ってくれるマスター、素敵でしたわ。ゆっくり美味しいコーヒー飲みながらもっと話を聞きたいもんだね。ダメ、また根掘り葉掘り無節操に聞いちゃうんだから、あなたは。大丈夫だよ、酔ってなかったら。I don't think so. I don't think so. 全く信憑性がない。そうかな、やっぱこういう人のストーリー面白いね。そういう番組作っても面白いかもね。なるほど、いいかも。あとのストーリーも結構面白いと思うけど。そうかな。結構波乱万丈いろいろエピソードありすぎなくらいであるでしょ。いいや、それほどでも。いや、褒めてはない、褒めては。まあ確かにエピソードはいっぱいあるね。ほぼ下ネタだけどね。だ。 Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi saw Shu Hen number 6 des. Otanoshamini. See you soon. おかげさまで着々と超えております。道東は太るんだよね。ほんと毎年太るね。なんで？なんかさ、割と
ラーメンかエスカロップとかスパカツとかさ、結構カロリーあるか。そういうのばっかりになっちゃうね。あんまりパン屋とかがさそうないし、探せばあるのいやかな。パン屋はあるんだけどね、あるよ。お眼鏡にかなうようなそうですねパン屋がね、ちょっとスイーツ系とかもね。甘いもの系とか情報ありましたらよろしくお願いいたします。はい。お待ちしております。とりあえず寒いので今日は失礼いたします。Hey Siri、今の気温。Hey Siri、今の気温。言えよ。音切れて6度です。最低気温は4度上がりました。上がりました。明日も無事生きていますように。はい。明日は僕の好きなじゃがいもの日です。イエーイ。これも言っちゃったんで。あとこのラーメンも楽しみにしてたんですよ。三等価の塩みたいな塩だっていうね。来る時通りましたね、店の前に。そうそう。波しぶき。はい。あとじゃがいも園っていうのがあるんですよ。大変だ。第二昼食じゃがいも。ラーメンからのじゃがいも。はい。その代わり晩ご飯が予定ないんでね。なるほど。はい。ということで明日は北見方面に攻めてまいります。はい。それではバイ。今日もよく食べましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おやすみなさい。おやすみなさい。そりゃ太るわな。食っちゃねえ食っちゃねえ。じゃあね。